半妖の夜叉姫でしか見れないカゴメの家族との再会が目頭を熱くさせておりましたよねというところで、今回も漫画版半妖の夜叉姫最新話であります31の章法要の話していきたいかなと思います。内容的にはですね、前回ゼロとの因縁の戦いは完全決着となっておりましたので、ゼロの呪縛から解かれたリンさんとカゴメさんと、犬夜叉さんはちょっと微妙な感じでありましたが、三姫が両親とちゃんとした形で再会して、こう飯食って酒飲んでどんちゃん騒ぎしていきますよという話になっておりましたので、そこら辺の再会の感想話をしていこうかなという思うんですけども、その前になぜこのねゼロが倒れたことでリンカゴメが解放されたとか、犬夜叉さんの現在の状態についてね、改めて少し振り返っていこうかなと思います。まずリンカゴメさんについてはですね、これまで時代樹で眠っていたんですけど、この理由となりますのが、ゼロが捨て去った、大将をこう慕っていた気持ちっていうのがですね、答えになっているかなと思います。これがですね、そのゼロさんいろいろとストレスが溜まってしまった結果、この心っていうのを揚力で包み込み捨て去ったわけなんですけど、やっぱ元がですね、犬の大将の気持ちということもありまして、それとゆかりのあるものへと引っ張られてしまったので、犬一族へと宿ってしまいましたよと。で、これが犬夜叉殺生丸三姫のようなんですね。妖怪ならばこの心を受け止めて、さらに揚力で包み込む虹色真珠という強強アイテムにすることができるんですけど、一族に加わっただけでありますリンカゴメさんのような純粋な人間ですわな。ここにはですね、やっぱ大妖怪の心っていうとんでもないものでありつつ、あと揚力もやっぱ込められていますので、そういうものは受け止めることができず、宿主のね体を蝕み殺してしまいますよと。なのでここからねちょっと想像の話も含まれるんですが、前回その虹色真珠とそれに宿った記憶を取り戻し、完全にね受け入れたゼロさんが死んだことで、リンカゴメさんにとって毒でありましたそのゼロの心っていうのもまとめて消し去ってくれて救われたんじゃないのかなというふうに解釈ね、僕はしております。そして犬夜叉に関してはですね、虹色真珠がゼロではなく、14年前の妖霊星が来た時にそのゼロの紙幣によって打ち込まれた妖霊弾によって倒れております。なんで未だに調子が悪いというどころか、ゼロが倒された今も、正直何も問題解決してないんじゃないかなと思うし、で、この妖霊弾っていうのがですね、妖霊星のかけらから作られた弾丸であるそうですので、ある意味そのかけらによって操られたゼロさんと同じような状態だったりするんですよね。だからね、ここら辺の要素をゼロと同じ状態なんだよっていうところも絡んできたりするのかなとか、思ったりするところでございました。そして、次にですね、今回そのメイン話になっておきます、再会の感想面に触れていきますと、再会できて、よかったねというところですかね。これに関してはですね、そのアニメと同じとこではあったりするんですけど、長年ね、会えなかったと言いますか、そもそもトワさんに関しては、記憶もね、すごい曖昧なところでの、本当のね、両親っていう存在であるし、一応この夜叉姫が始まったところでの、スタートからの目的としましてもね、この生みの親を助けようっていうのがあったんですけど、やっぱりその個人的現代人の僕からしますと、生みの親よりもやっぱ育ての親をちょっと、考えちゃうよねっていうところや、やっぱその死を超えた愛をですね、こう見せてくれておりました無音なお母様ですよね。ここをやっぱその好きく見えちゃうからなんかなという風なね、完全主観個人的な意見ではあるんですけど、そんな気持ちがあったところもこう熱くさせてくれておりましたとか、やっぱりトワさんがスマホで見せてくれたカゴメ家族との再会ですよね。これね、スマホ上の映像なので、直接言葉を交わしたわけでもないんですが、とはいえですよ。犬夜叉最終回、自分の生まれた現代ではなく戦国時代で犬夜叉と暮らすことを選んだカゴメさん。もちろんそこにはですね、一切の後悔もないと思います。好きな人と同じ時を生きていきたいっていうのはですね、生き物にとって当然の感情でございましょう。が、しかしだからといってそこには計り得ない覚悟とカゴメさんにしか認識できない不安心配があったんではないでしょうか。そんな中での令和という時代は違えど、その現代の理解者との出会いと録画映像ではありますが、一生見ることができないと思っていた家族との再会を果たすことができましたねという時のカゴメさんの心情を答えてくださいっていうのが、このシーンにはね、詰め込まれていたんではないでしょうかというところ。はい。こんな感じでね、とりあえずその家族が揃っていったわけなんですが、ラスト1ページのところではですね、殺生丸様がなぜか一人でキリン丸の城を眺めているシーンでね、終わっていたわけですので、これがなんかソロプレイで行くのか。でもとはいえですね、やっぱそのキリン丸との対決編っていうのがですね、今後始まっていくのかなと。でもその前にですね、殺生丸様のループの話であったり、時の風車であったり、前の話で登場がね、確定しております、キリン丸の元で控えていた、明道丸さんについてもですね、なんかその椎名
先生ならば何の関係もね示していなかったであろう思春期と何かしら繋いだりするんじゃないのかなというところで、今回はですね漫画版半妖の夜叉姫31の章法要の話でございました。